次は絵の具を使って下書きを作るんですけども、その前に筆の練習をします。なんで筆の練習をするかというと、いきなりこの本番のヘッドを使ってやるとですね、細い線が描けなかったりして結構ですね、戸惑ってしまうので、この細い線をどうやって描くかっていうのをこのヘッドキャップを使ってですね、コツをつかんでもらうようにしてます。練習はだいたい濃いめの茶色を使って、このバーンとアンバーとかですね。で、絵の具はですね、もう練習なんでほんとちょっと。私はケチなので出さないんですけど、このぐらいでも十分なんですね。メイク界でもこのケースを使っていて、これは Amazon さんで買った小さい小分け用の入れ物なんですけども、これに、絵の具を入れてます。これだと本当にね、これちょっと硬いんですけど、絵の具が出にくいので少量を出しやすい。チューブだとギュッてやるとすごい出ちゃうじゃないですか。あんなに出した絵の具を使い切るってことがないので、メイク界いらっしゃった方も初めね、絵の具のチューブをそのまま使って出しちゃうと大量に出て、ね、そのままでもいいんだなって思っちゃうともったいないじゃないですか。結構大量に余ってしまうんで、ね、まあね、環境にも良くないといえば良くないんで、そうですね、混ぜちゃったんですけど、グラデーションメディウムは絵の具に対して、1対1ぐらい、1対 1.5 ぐらいでもいいですね。かなりビシャビシャな状態で、描きます。このビシャビシャな状態っていうのを慣れると、後々重ね塗りとかグラデーションとかで役に立つんで、このビシャビシャな状態を慣れましょう。筆ですね、水が含みすぎると太くなるんで、これでこうでしごいてあげると水分が適量になって筆がきちんと細い状態になるっていう、これもやってもらってます。最初はちょっと書いてみてくださいっていうことで、書いてもらいます。そうするとなんとなくですね、その人の書き方とかですね、どういったことを伝えればいいかっていうのがなんとなくわかるんで、書いてもらって、じゃあ私ちょっと教えないんですけど細い線書いてみてもらえますかっていうと、こうね、細い線、その人は書いてるつもりなんだけど細くなかったり、持ち方とかでね、細くなりようがない持ち方とかっていうのがあるんで、それをですね、見分けております。とどのつまりもメイクはこの細い線が描ければなんとかなるっていうところがありまして、その細い線を描くコツなんですけども、まずですね、こう寝かして描くんですけど、普段はそれをですね、角度をこう高めに描きます。垂直に近いより80度70度ぐらいですかね。ただこの毛先をですね、ヘッドにほんのちょっとつくとこの筆がしなるんで、そこで止めます。その距離感を保ちながらこう下に動かしていくっていうのをまずですね、ご説明して、これをできるようになってもらいます。最初はですね、皆さんこうやっぱり書けないんですよ。で、コツっていうのを噛んでないんで、なぜかっていうと、やっぱり筆をこう置いちゃうんですよね。結構筆の距離があって、1ミリ2ミリとかそういう置いてしまうんで、もう筆のほんと先端の毛の1本ぐらいを当てればいいんですよっていう。そうすると結構分かってくださるんですね、皆さん。で、毛の1本で描くときにこれ寝かせてるとやっぱりね、描けないので立てるっていう必要があります。そうですね、人によってなんですけど、10分か20分ぐらいこうやってもらいます。そうするとかなり慣れてくるんですよ、この細い線を描くっていうことに。それでも描きづらいっていう方は私が見てですね、こういうところを変えた方がいいですよっていう。持ち方とかも結構いろいろあって、こう横に動かす方もいらっしゃるじゃないですか。女性なんかですね、結構多いんですけど、その筆先が結構ベタっとくっついちゃってるんで、もっと先だけですって言って、だから細い線が描けないっていうことはないと思います。ただこの細い線をきれいに一定に描くっていうのはある程度の練習訓練が必要なんで、メイク界でいきなり安定的に描けるっていうことは結構少ないんですが、この細い線はどうやってやれば描けるかっていうのは多分コツはつかめると思います。で、これに慣れてきたら今度線を細くして強く押し付けると太くなるわけですよね。こういう感じでまた引くと細くなっていく、こういう練習をします。こうすると今度まつげとかアイホールとかそういったところに応用ができる。
あとですね、結構いらっしゃるのは、こう、私ちょっとね、できないんですけど、ここで止めちゃう人もいるんですね。止めておしまい。止めておしまい。じゃなくて、最後は、スーッと抜く感じ。こう、引っ張るんですよね、筆を。大げさに言うと。それをなだらかに、ゆっくり離してってあげると、こう最後も綺麗に細くできると。先を細くするには、プロの皆さんこうやってスッって書いてるじゃないですか。これ意外と難しくて、これはですね、一回この筆先をちょっとだけ触れたら置きます。で、引くっていうことをやると、意外とですね、書きやすい。この流れでスーって書くより、一回視点に筆先を置いて止めて、そこからスタート。そういうコツをですね、いろいろご説明していきます。解説書にはいろいろ書いてあるんですけど、解説書の意味合いっていうのはその時に使うのではなく、メイク界でどんなことを習ったかなっていうのをご自宅に帰った時にどんなことの説明があったかっていうのを見直すために一応作ってます。ではこちらのメイクの下書きに入っていきましょう。で先ほども言ったように、本当に少しでいいですね。今もかなり余ってますよね、練習で。そんなに削る必要はないんですけども、足りなかったらね、追加しますし。本当に少なくていいんだよっていうことを分かって、くださればいいかなと思います。今少しね、多めに入れてます。絵の具1にグラデーションメディウム1か、今2ぐらい入れてるかもしれないですね。結構薄くて大丈夫です。で、なんで薄いかっていうと、濃い絵の具で描くとだんだんこの厚みが出てくるんですね。目に見えない厚み。で、それがだんだん目に見えてきてボコボコになるんですね。筆ムラがすごく出てくるんで、薄い絵の具を使います。じゃあですね、絵の具を塗っていくんですけども、絵の具を塗っていくときやっぱり度胸が必要なので、こういう確実にですね、塗るところ、私はアイホールの内側とかから始められた方がいいですよって言ってるんですけど、これアイホールの内側とかから少しずつ描いていきます。下書きをしっかりしてるので、気をなぞる感じですね。オーバーしたり、間違っちゃったところは、ブラシエイドで修正しますので、例えばこう、ビッと、ね出ちゃったとか、はみ出ちゃったとかっていうのはあると思いますし、このどっかにね、ついちゃった。こういうのは、すぐ、水を含んだ綿棒で取れます。これも多分取れます。はい。乾いてくるとだんだん取れないので、ブラシエイド使っていくんですけど、最初はシャバシャバなんで、こういう感じで、なんかね、ちょっとね、塗りムラみたいなのが出てね、気持ち悪いんですけど、慣れてくると、この水分量がですね、ぴったりになってきます。いきなり綺麗にならないので、一度乾燥させて何回も塗りますので、ある程度塗ったなと思ったら、もうそこから重ね塗りできないので、他の場所を塗りましょう。こういったところですね、さっきの細い筆の使い方っていうのを応用していくんですけども、ここがですね、結構難しい。一番難しいんじゃないですか、このアイホールのこの内。この目頭側。このね、立ててもね、意外と書きづらいんで、こう寝かしながら筆先を使っていくんですけど、書きにくかったらこっち側でもいいですね。こっち側にこう引っ張りながら細い線を伸ばしていく。でもね、こっちの方がもしかすると書きやすい人が多いかもしれないです。こうやって筆先だけを触れて細い線をこう伸ばしていく。これがね、できるようになってくると結構メイクが面白くなります。でこういうアイホールの大きいところはこの腹ですね、少し
強く押し当てて筆を太くして描くといいと思います。皆さんのメイク道具で必ず持ってきてほしいなと思うのはこの筆なんですね。なんでかっていうと、筆は当たり外れがありまして、ちょっとね、外れの筆っていうのは買ってしまったらもうしょうがないんですけども、外れの筆で綺麗な線、細い線っていうのは描けづらいので、そういうちょっとダメな筆なのかどうかっていうのを判定して、おります。で、ダメな筆っていうのは今参加された方がかなりいるんですけど、2人いらっしゃって、もう全然この毛先がないものっていう方が1人、あと中に硬い毛が入っていて、それが邪魔して毛先が割れてしまって2つに割れちゃうんですよね。それは、一応直せるんですけど、前者の命毛がない、この毛先がないのはもうどうしようもないので、一応買い直しをしてもらうようにご説明しました。こういったところも毛先だけでちょん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 と少しずつ描きましょう。長い線を描く必要はないので、細い線を何個も何個もつなげていくようなイメージで最初は描いていきましょう。そっちの方がね描きやすいので、ケバケバしくなっちゃう、膨らんじゃったりするんで、綺麗な線は描きにくいんですけど、細い線は描けるので、無理にやろうとせずにできる範囲から始めていくっていうのも一応このメイク会でご説明してます。こういう下まつげは本当毛先だけでスイッス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 ッ回で細い線が描けるようになれば、こういったところもそんなに難しくはないですね。あと綺麗なねバランスのいい線がやっぱり難しいので、そこは練習が必要なんですけど、アイホールは今乾かし中なんで、今度こういったところを描いていきましょう。で、本当はここが緑だっていうのもおかしいんですよね。ここは体の一部なんで、茶色とかそういった色で描いた方が本来いいですよね。これ今はねいろいろ失敗して2回目なんですけど、1回目のヘッドが眉毛は全然緑でいいんですけど、なんかね全体的に緑でねちょっと違和感があるというか、でこういう眉毛とかはもう綺麗に塗り重ねないで、薄いところと濃いところがあっても味としてですねいいので、綺麗にアニメの絵柄みたいな感じで綺麗に塗り分けなくても大丈夫です。で、ある程度かけたらですね、乾燥を待つと時間がないので、私はですねドライヤーを使って乾燥させちゃいます。メイク界も時間が限られてるんで、ドライヤーで一応乾かすようにはしてるんですけど、ドライヤーだとですね急に乾くんでムラが出しやすいんですけど、ご自宅でやる場合は自然乾燥をさせるのがいいかなと思うんですけど、時間もったいない人はドライヤーで強で。アクリル絵の具の特徴なんですけども、アクリル絵の具は乾かすと耐水性で水に溶けることがないんですね。なのでこうやって何回も色を重ねて、いけるっていうのがアクリル絵の具の特徴なんですね。今塗ったところに重ね塗りしてるんですけど、だんだんしっかりした濃い色になってきます。これを3度ぐらいですねやると綺麗なムラのない色に仕上げることができます。よくマシュマロとかでも質問があるんですけど、この裏はどうしますか、塗りますか塗らないですかっていう質問があるんですけども、正解は場所によって塗る塗らないは決まるという感じで、こういうアイホールですと、今目尻がここら辺まで来てますよね。それなので目尻のこのより上の部分はこれ塗った方が綺麗に見えるかなと思います。このアイホールこういう感じなんですけど、ここに1本残すとですね、ここのラインが浮いてるように見えるので、裏は基本ほとんど塗るんですけど、場所によって塗ったり塗らなかったりっていう感じになります。これは多分ね他のディーラーさんも同じ感じだと思います。下はね塗ったり塗らなかったりって結構違うんですけど、
私はあんまり塗らないか、ちょっと塗っちゃった方が真正面から見た時に違和感が少ないっていうか、これスマートドールは結構塗るんですよね、ここがね。今こういったところね、ムラがたくさんあるんですけど、これも2度3度塗っていくと、だんだんこのムラが目立たなくなってきます。ね、これは他の方がおっしゃってたんですけども、この綺麗な描き方っていうのを製品のようなってよく言ってるんですけど、この薄い絵の具を使っていると、その製品のような仕上がりにすることができます。こういったところは先の方に徐々にこう伸ばしていくか、こっちから少しずつ伸ばしていくか、どっちが描きやすいかっていうのを比べましょう。こっちの方、こうやって先を伸ばしていく方が安定してますね。線の綺麗さっていうのは。こういう眉毛描くときも、だん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 こう先の方にして攻めていく。こっちの方がなんか安定するような気がします。これはね、どっちが自分が好みかっていうのは見つけましょう。ここら辺もですね、メイク界ではご説明してます。この目の下のまつげはあまり長くならないように、 SD 風でしたら長くてもいいんですけど、結構ですね、アニメですとくどくなっちゃうんで短めがいいと思いますね。はい、これでまた一旦乾かしましょう。3回目ですね。これに色を重ねていくので、こんなにしっかり塗り込まなくてもいいんですが、せっかくね練習なんで重ね塗りの練習も兼ねてやっていくといいと思います。でこれは徐々に上手くなってくるんですけども、この境目ですね、境目が結構ボコボコしていると、こう失礼な言い方なんですけども素人っぽいメイクに見えてしまいますので、このラインがこうきっちり描けるとワンランクこう上のメイクに見えるので、これをきれいに描けるっていうのを意識しながらですね練習しましょう。ブラシエイドで修正するっていう方法もあるので、そんなにシビアにね気にしなくてもいいんですけど、だんだんメイクが上達してくると失敗っていうのが少なくなってくるので、修正する回数っていうのも必然的に少なくなってくるんですよ。だからあんまりブラシエイドでこうガリ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 消したりっていうのは本当になんかね、根本的な間違いとかがない限りはそんなには修正しないんですが、ブラシエイドを使うとどうしても汚れてしまいますので、ブラシエイドを使わないでも綺麗な線が描けるように日々練習するといいと思います。こういう下まぶたとか線が薄いところは何回も何回も色を重ねてあげるとだんだん濃くなってくるんで、また濃い絵の具を塗り重ねるは塗り重ねるんですけど、色を塗り重ねてあげた方がこう自然な感じが見えるんで、眉毛の形がちょっと違うので、少し修正します。でどっちの形がいいかっていうと、私はこっちの眉毛の方の形の方が好きなので、ユーベルっぽいかなと思うので、こっちを修正しようと思います。ブラシエイドの登場です。これ先をですね少しカットして、これって入れやすいように加工してみました。こっちは結構まっすぐですね。でもこっちは目頭の方向に曲がってるのと、あとこの上の方が太いですよね。これも一気にガッと消すんではなくて、ちょっとずつ消していきます。これ修正はミクロン単位、ミリ単位ではなくてミクロン単位で。修正する時のコツなんですけど、こすって広げない。
こすって、消した絵の具はこの綿棒に吸わせるようなイメージでと、このヘッドが汚れにくくなります。これをこうね、ゴシ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 、同じ場所を使ってゴシゴシやると、その薄い絵の具がどんどん広がってしまうので、綿棒をね、回転させながらやるといいと思います。で、綿棒があまり汚いと汚れてしまうので、汚れたらなるべく早く変えてあげるのもポイントです。今、この角を消したいんですけど、この綿棒ですと、アバウトにしか消せないので、爪楊枝で切り替えて、爪楊枝の先をグリグリってやるんじゃなくて、この腹を使って消すようにします。先で消すとやっぱり汚れが広がっちゃうんですよ。消したところが結構粗くなっちゃうんですが、この腹を使うとまっすぐな消し方ができるんですね。わかりますか？あんまりわからないかもしれないんですけど、でこの爪楊枝も汚れたらすぐに変えましょう。この上のラインですね。上のラインはこうちょっと膨らんでるんで細くなるようにやるんですけども、これも同じようにこう横にスライドさせてまっすぐになるようなイメージで消してあげる。でここも修正はミクロン、10ミクロンとかね、その単位でやりましょう。で今度この下もですね、こっち内側にこう斜めになってるんで、そこもまっすぐにしてあげると結構印象が変わると思います。ここら辺が先入観でこう曲がっちゃうんですよ。なんとなく眉毛ってね、こう曲がってるイメージがあるんですけど、キャラによってはそうでもない。で爪楊枝もね、汚れたらすぐ変えましょう。資源の無駄遣いにはなっちゃうんですけど、ヘッドがねすぐ汚れてしまうので、かなりまっすぐになったと思いませんか？でもまだね、まだここら辺が膨らんでるんで、こう山形になってほんのちょっとなんですけど、で少し修正したら見て、本当に少し修正するだけでこういう小さなものっていうのはすごい変わるので、ちょっとずつ修正しましょう。かなりまっすぐになりました。まだね、まだちょっと膨らんでる感じはするんですけど、でここは後でちょっとね、緑だとおかしいかもしれないんで、後で少し調整します。最初の頃はこの縁が綺麗に描くの難しいので、この爪楊枝でこうやってなだらかに修正してあげるといいと思います。こういう尖ったところですね。こういったところもこっち側とこっち側から消してあげると、先が尖ったように、先端とかも同じように、先端が尖りますように尖りますようにって消してあげるといいと思います。はい、こんな感じでいいですかね。じゃこれでまた乾かします。そういえば藍をつけるのを忘れてました。次はもう一段階濃い色を塗っていきます。この色でいいかなと思うんですけど、これもほんのちょっとね、さっきのちょっとしか出してないですけど、ね、まだまだこんなに余ってるんで、よいしょ。で同じようにですね塗っていきます。で今度はですね、あんまり縁を攻めすぎないように、縁は若干残してあげるぐらいにすると深みが出るので、ただあんまり残しても変かもしれないんで、本当に気持ち縁は残し気味。そうするとこうグラデーションがかかったこうナチュラルなメイクが出来上がります。
こういったところもね、あんまり攻めすぎない。このぐらいの段階になると、もう皆さんも慣れてきて、私の登場回数が結構減ってくるので、何かやってますね。複数名いらっしゃるので、ローテーションで10分見たら、他の方10分見てみたいな感じで、ローテーションで見るようにしているので、あんまり私自身は空く時間っていうのはないんですけど、皆さんがこう一生懸命になる時間帯ですね。で色が重なってくると、だんだんこのキャラクターっぽくメイクが、楽しいっていう感じになってくるのかなと思います。まだ下書きの段階ですと色がはっきりしないですし、輪郭もなんとなくはっきりしないんで結構不安なんですよね。ここも同じようにあんまり濃い色で塗りすぎないことですね。水色を何回か塗り重ねて綺麗に仕上げていきます。上手な方はこういったところをね、筆のタッチを残した感じでね、すごい綺麗に仕上げるイラさん多いですよね。私はね、ちょっとね、難しいんですよ。こう美術というか、なんかね、写術的っていうんですか、なんかね、あんまできなくて。ただいろいろな方のこの塗り方とかは分かるんですよね。こういうところどうなってるんですかっていうのは分析して、こうなんじゃないですか、確実 100% 分かるわけじゃないんですけど、こうだと思いますよって、パステルでやってますねとか、それがね、そういったのは分かります。二重描くの忘れてましたね。二重描きましょう。で、二重難しいんで、ここは一回艶消しスプレーとか吹いた方がいいかもしれないんですが、この筆先を使って少しずつ描きましょう。これも皆さん描けますね。多少ね、ちょっとね、綺麗じゃないかもしれないんですけど、ここも描けるようになります。最初薄くこう大体描いて、場所がもう大体 OK だったなと思ったら何回かこう塗り重ねて線を濃くしていくっていう感じにしますね。でこの間色がねはっきり分けられなかったら後で白を塗るとかでメリハリ出すことできるんで、そんなにシビアに考えなくてもいいと思います。眉毛はですね、真ん中ぐらいにこう一本線を引いて雰囲気見てですね、全体塗った方がいいのかっていうのは見た方がいいと思いますね。きちっと塗ってもいいですし、下書きの色をかなり残してほわんとしたグラデーションがかった感じに仕上げても、楽しいと思います。少しずついろんな、ね、テクニックを入れていくといろんな引き出しが増えてメイク楽しくなるんで、最初怖いんですけど、2回3回やってくるとかなり慣れてくるんでですね。あとは練習用ヘッドを作っていくっていうのは結構違います。メイク界では練習用のヘッドと練習用のキャップっていうのを用意してるんですけど、それでね、いろいろ色の具合とか、その濃度の具合とか描き方とか練習できるので、 DD だと高いので今もとかなんか安いやつでもいいですよね。そういうのを用意していくと結構練習になります。目頭目尻とかはヘッドキャップで練習してても凹凸とか曲面とかの場面が違うんで、ヘッドキャップで練習してもこの綺麗なのが描きづらかったりするんで、本番に近い環境でね練習した方がいいと思います。色が濃くなって表情がはっきりしてきたと思います。